もし老化した体を次々と新品へ交換できる時代が来たら、死は今と同じ意味を持つのでしょうか。前編、2050年人間の体は交換できるようになるのか、肉体を延命する戦い。現実か妄想か、ありえない未来を科学で実現可能な話として解説するチャンネル。こんにちは、生き残りタイマンです。こんにちは、疑い担当疑いまなこです。体の交換ですか。随分と壮大なテーマを持ってきましたね。ネットを見ても老化防止は詐欺ビジネスばかりと冷めた本音で溢れてますよ。何百年も先の話をされても困るのですが。そう思われるのも当然ですよね。ですが今日お話しするのは世界最高峰の科学誌が発表している現在進行形のニュースなんです。本物のデータがあるということですか。それなら今どこまで現実なのか、視聴者の代わりに徹底的に確認させてもらいます。ぜひお願いします。今日はその未来につながる最新ニュースです。さあ一緒に深掘りしていきましょう。第1章、病気で死なない肉体を交換する超 QOL 社会の到来。まず最初に今回のニュースがつながる未来を提示します。それは病気で死なない世界、そして超 QOL 社会の到来です。病気で死なない世界ですか。そんなことになったら人間が溢れ返って社会が壊れちゃうんじゃないんですか。いえ、寝たきりで寿命が延びるわけではありません。老化したパーツを新品に交換して常に健康に生きる未来です。まるで車ですね。でも今の最先端医療でも人工関節が限界ですよね。本当にそんな時代が来るのですか。確実に近づいてます。それを可能にする脳の接続と細胞の若返りが今まさに玄関点を迎えているからです。なるほど、ちょっと噛んだけど。ではその大層な未来につながる具体的なエビデンスをきっちり出してもらいましょうか。第2章、2026年現在科学の最前線で起きている衝撃の真実。わかりました。まずは2026年の最新論文フロンティアーズ・イン・ヒューマン・ニューロサイエンスに掲載された成果から見ましょう。フロンティアーズですか。2026年というとまさに今進行形の世界トップクラスの研究データですね。そうなんです。脳信号を読み取る BMI 技術で手足が動かせない患者が考えるだけで高速な文字入力に成功したんです。頭で考えるだけで。でもそれって頭の骨にドリルで穴を開けて針を刺すような怖い手術が必要ですよね。そうなんですよ。埋める侵襲型は高精度ですがリスクもあります。だから頭の外からつなぐ非侵襲型もあるんです。やっぱり一般の人がキーボード打つの面倒だから頭に電極埋めようとは絶対にならないですからね。だから今4つの巨大企業が競ってます。マスク氏のニューラリンクだけじゃなくて血管から攻めるシンクロンもあります。血管経由ですか。それなら頭の骨を削らなくて済むので心理的なハードルはめちゃくちゃ下がりますね。そうなんです。他にも脳の表面にシートを置くだけのプリシジョンや交代域通信のパラドロミクスもあります。一強ではないのですね。でも手術の壁をクリアしても頭の外からじゃノイズだらけで使い物にならないのでは。そこで生成 AI を組み合わせるわけです。ノイズ混じりの脳信号から AI が人間の意図を高度に予測して保管します。ハードの弱点を AI のソフトパワーでねじ伏せるわけですか。それなら一気に現実味を帯びてきますね。次にもう一つの主役が若返りです。なぜ人間は老いるのか。その根本原因が体内にとどまる老化細胞なんです。老化細胞ですか。細胞って一定の寿命が来たら普通は勝手に死んで新しく入れ替わるのではないのですか。それがテロメア短縮や DNA 損傷のせいで死なずに居座る細胞が現れるんです。こいつらが周囲に炎症をまき散らしています。体の中にゾンビみたいなゴミが溜まって周りまで悪影響を与えるということ。それはすぐにでも追い出したいですね。それを実現するのがセノリティクスです。この居座った老化細胞だけを狙い撃ちして体外へ排除するのが薬剤の研究ですね。そんな都合のいい薬が本当にあるのですか。どうせまた怪しいサプリの古代広告かなんかではないのですか。どうせまたって騙されたことありますよね。それいえ、これはね
ネイチャーメディシンなど超一流の学術誌で骨代謝への効果などが検証されている本物のデータなんです。世界のトップ誌ですか。じゃあ何ですか？もうその若返り薬は完成していて、あとは一般発売を待つだけなのですか？第3章、人類はどこまで進んだ？不老不死身体拡張ロードマップの判定。ここで恒例の進捗判定に行きましょう。今回の科学ニュースによって人類の未来はどこまで進んだと言えるでしょうか。ただニュースを褒めるだけじゃなく、技術の現在地を厳しく評価するパートですね。しっかりお願いします。はい、判定はロードマップフェーズ2突入です。動物実験を終え、すでに実際の人間に対する臨床試験が始まってます。もう人間に試してるのですね。でも健康的な人が長期的に使う安全性の検証はまだこれからですよね。そうです、まだこれからなんです。だからこそここからは AI 創薬が活躍します。ディープマインドなどの AI が開発を爆速にしています。 AI が薬の開発期間を縮めてるのですね。それなら私たちが生きてる間に実用化も現実味がありますね。第4章、2030年から2050年の未来年表。私たちの体はこう変わる。ここからは未来のタイムラインを具体的に見てみましょう。まずは2030年から2035年の高確率な未来です。2030年代というとあと数年ですね。私たちの生活はどう変化するのですか？この時期、セノリティクス薬が病院の老化管理外来などで特定の加齢性疾患の治療として処方され始めます。病気になってから治すのではなく、老化というリスクを事前に管理する医療が一般化するわけですね。そうです。そして2035年から2045年の中確率の未来です。ここで本命のエピジェネティックリプログラミングが来ます。また怪しい用語ですね。どのような技術なのか、中身を分かりやすく説明してください。日本が誇る山中教授の山中因子を使い、細胞の老化時計を強制的に巻き戻して若返らせる技術のことです。ゴミを排除するだけではなく、今ある細胞自体の時間を巻き戻すのですか？そんなことが可能になるのですね。確定ではないですが進んでいるということですね。すでに海外の研究ではこの方法で高齢マウスの神経を回復させ、視力を蘇らせることに成功しています。日本の iPS 技術がベースなら単なる SF ではなく、現実の医療の延長線上にある話なのですね。はい。さらに 3D バイオプリントによる人工臓器や人工筋肉が融合して、医療が前提が完全に変わることになります。臓器をプリントするのですか？内臓が悪くなっても自分の細胞で作った新品と交換できるわけですね。そうなんです。そして2050年、医療は治すから交換するへ完全に移行する時代を迎えます。交換する医療ですか？悪くなったパーツを車のように取り替えていき続ける。本当に問題ないのですか？光の裏にある闇。一般人が置いてかれる現実と技術の壁。おっしゃる通り。この技術の裏には巨大な社会問題が潜んでいます。きれい事なしで見ていきましょうか。これ最初はとんでもない金額になりますよね。富裕層が若返りを独占して一般人は置いていかれるのでは？はい。初期コストは天文学的でマジやばいです。保険が対応できなければ命の格差がそのまま身分の分断を生みます。テック企業による利権支配や政治との癒着など、庶民が本音で感じる疑念が山積みですよ。あんまりね YouTube で言ってもねあれなんですけど、日本はね時間かかっちゃうよね、絶対ね、これね。既得権益。それしか言えないってことで次行きましょうか。技術的にも細胞初期化は一歩間違えれば細胞が癌化して暴走するリスクと隣り合わせなんです。若返るつもりが癌化ですか？手放しで褒める話ではなく、限界とリスクを直視する必要がありますね。これめでたしめでたしでは終わらないんですよね。2050年に実用化されたら労働構造が完全に狂いませんか？
そうなんですよ。これ技術だけの話じゃないんですよね。制度の話になってきちゃいます。国や企業は定年を廃止するでしょうね。体が若いなら100年働けと義務化されそうです。そんなに働きたくないな。終わらない労働のループですか。本当に最悪ですね。でも肉体交換の初期費用は天文学的ですよね。正直どのレベルの技術かっていうのもあると思うんですけども、多分億もあり得る話ではあり、数百万とか数千万円とかね、この辺りだったらローンでもいけるとは思うんですけど、基本的には最初富裕層だけが若い体と無限の体力を手に入れるでしょうね。一般庶民は古い体で消耗して死ぬだけ。中世の階級社会みたいに命の格差が固定化されますよ。そうですね、そのリスクは確かに大きい。ただ低価格化して数万円で誰でもとなった場合でも、今度は別の巨大な壁が出てきちゃいます。誰でも安く若返られるのに別の壁ですか？みんなが健康になれるならそれ以上何が問題なんですか？社会保障の崩壊です。人間が老いず死なされなくなれば年金システムは一瞬で底をつきます。あ、そうか。国は年金を払えないから若返って100歳まで働けと強制せざるを得ないんだ。その可能性はあります。庶民にとっては長寿が祝福ではなく終わらない労働系になるリスクです。しかも会社の上の人や政治家が20代の見た目でずっと居座ってたら若者のチャンスが消えますよね。社会の代謝が止まります。新しい視点が失われ、人類全体の進化はむしろ停滞しちゃうかもしれませんね。それに個人の心はそんな何百年もの時間に耐えきれるのでしょうか。精神が擦り切れそうです。ドラゴンボールの精神と時の部屋覚えてます？あれですよね。肉体はリセットできても愛する人の死を見送った心の疲弊は消えませんからねって、悟空ってすごいメンタル強いですよね。サイヤ人と人間を一緒にしちゃダメですよ。彼らは異常ですから。話を戻しますと、元気な体のままで心だけが先に寿命を迎える、生きる屍みたいな人が大量発生するリスクですね。何事にも興味を失う精神的老化は現在の医療が想定していない大きな課題です。人間らしさって終わりがあることに依存してますよね。無限になったら人生が色あせちゃいそうです。死という締め切りが価値を作ってるっていうのはよく言われてるし、真理です。そこを壊すのは怖いことですよね。退屈という地獄が待ってるんですよね。私は絶対に足を踏み出しません。わかります。ただこれだけのリスクを理解してても、私は実用化されたらサインすると思ってます。やっぱりそこは生き残りタイマンなんですね。ここまでの闇を話したのにサインするなんて、それこそ人間を捨てる狂気じゃないですか。狂ってますとも狂気かもしれません。でも100年の檻を壊した先の新しい科学の地平を見てみたいんです。人柱になる覚悟ですか。でもそれが私たちの世代に突きつけられる現実の踏み絵なんですね。そうですね。だからこそダメな面、嫌な面をちゃんとシミュレーションして各自で倫理の境界線を考えておく。だからこのチャンネル見てる人はこれをちょっと覚悟できるっていう時間が持てたということで、覚悟しておく必要はありますね。はい、今日の解説はここまでとなります。2050年、人間の肉体が交換可能になる時代、それは医療の勝利であり、存在の終わりの始まりかもしれません。夢だけを見るのではなく、冷徹なデータとともに私たちが何を準備すべきか、今後もこのチャンネルで検証を続けていきましょう。次回後編のテーマはさらに深刻です。肉体の延命を超えた先にある2100年、意識のデジタル化とマインドアップロードの狂気と哲学。脳をコピーした自分は本物か偽物か、神経科学の限界と支配の闇に迫ります。この前編と、後編に関してはすごい生き残りタイマンのチャンネルの柱になるような話題ですので、ぜひ後半も見てみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。絶対に生き残れ。皆さんはどう思いますか？この未来希望だと思いますか？それともまだ現実味はない？コメント欄でぜひ皆さんの考えを教えてください。
内容が面白いと思ってくれた方は高評価、チャンネル登録してくれると嬉しいです。次回も一緒に未来を疑いながら楽しみましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。